ちは。羽生です。こんにちは、羽生。フィギエモンです。今日は久々にフィギエモンが作る渾身の一撃動画です。本気でやります。そうそう、本気だよ。いやー、これもうちょっと極めたいわ。そんなもうちょっと極めたいことを底なし羽生沼にはまった人のように深く深掘りしていく、そんな動画を今回作りたいなって思ったんですよね。これから羽生結弦展ファンタジー・オン・アイスと楽しいことが目白押しの私たちだからこそ、今北京オリンピックまでの道のりで示してくれた羽生選手の渾身のプログラムについて考えたい気分でしたで、羽生結弦と羽生結弦ファンの皆様へというタイトルの通り、この動画は羽生選手と羽生結弦ファンに見てほしい動画です。ここ最近、羽生結弦選手関連の雑誌が立て続けに発売された中で、シェイリン・ボーンさんのインタビューが本当に興味深くて、本当に本当にすごく面白かった本当に心の奥底の部分や羽生選手が表現したいことが掲載されていて、なるほど。これを読んで羽生選手の日本人っぽいんだけど日本人とはちょっとかけ離れた表現もプログラムの中であると思いますです。その表現の源はどこなのか、そういうものがフィギエモンは知りたくてしょうがなかったんですね。なのでたくさんのインタビューを読む中でそれが少しずつ分かってきました。そこで今回はみんなが惹かれてやまない羽生結弦選手の先シーズンの新プログラム、じゃん。女装とロンドカプリチョーソ、通称ロンカプ、このプログラムにのみ焦点を当ててフィギエモンが深掘りしていっちゃいます。やばい、楽しいでしょ。題して羽生結弦と羽生結弦ファンの皆様へロンドカプリチョーソの真実という内容でお届けしていきます。じゃあいきますね。今回はウキウキ楽しいだけでは済まされない羽生結弦選手の渾身のプログラムロンカプの知られざる素顔をいろいろな角度から真実を明かしていきますよ。大好きなので。そしてその真実から見えたフィギエモン独自の考察を交えてお話ししていこうと思います。すごい。羽生結弦選手の2021年22年シーズンのショートプログラム女装とロンドカプリチョーソのすべてが知りたいっていう方はぜひ最後までお楽しみくださいね。 OK。 こんな感じでこのチャンネルでは羽生結弦選手フィギュアスケートに関する話題を毎回ご紹介しています。いいですね。美しい羽生結弦選手の演技に惹かれてしょうがないっていう方はぜひチャンネル登録をしておいてくださいね。してる？チャンネル登録をすると動画以外にコミュニティの配信を受け取れるようになります。本当に？はい。このコミュニティではリアルタイムの情報を不定期で発信しています。動画ではタイムラグのある情報もコミュニティではタイムリーでお得な話題をお届けしています。また9月に始まったメンバーシップでは3月23日で6ヶ月目を迎えて、より濃度の濃い情報、メンバーにしか明かせない情報をメンバー限定で発信しています。メンバーシップの内容に興味がある方はメンバーになるボタン、または説明欄のメンバーシップのリンクをクリックすると説明動画と特典が確認できますのでぜひ見てみてくださいね。 OK。 では早速ロンカプが作られるまでのお話を紐解いていきましょう。その前にこのチャンネルの過去の動画、羽生結弦新プロ曲女装とロンドカプリチョーソの深掘りであれに気づいたっていうこの動画、実は同じくロンカプの深掘りの動画なんですね。この動画では主にロンカプの音楽について深掘りしています。ロンカプの音楽について詳しく知りたい人はぜひこの動画もチェックしてみてくださいね。頑張る。ではまずロンカプが作られるまでのお話を羽生結弦選手にしてもらいましょう。はい。最初にジェフリー・バトルが土台の振り付けをしました。その中でもっとやりたいな、こうしたいなという気持ちが出てきて、ジェフリー・バトルやブライアン・オーサー、トレイシー・ウィルソンに相談してシェイリン・ボーンにもロンカプの振り付けに加わってもらって
コラボレーションという形で作りましたってことですね。次にロンカプが作られるまでのお話をシェイリーン・ボーンさんに聞いてみましょう。ゆずから振り付けについて手を貸してほしいと連絡をもらったのは2021年10月初旬のことでした。すでに音楽が決まっていてジェフリー・バトルが振り付けをしていましたが、ゆずは観客とのコネクション、つながりをさらに深めたいと考えたのです。そしてゆずはこのプログラムを長年彼の振り付けを担当してきたジェフと私の集大成となる作品にしたいと願っていました。全体的なストーリーのアイデアはゆずがすでに持っていて、表現したい世界観は彼の中に明確に描かれていました。それを私の感性で振り付けとしてプログラムに足していくという作業でした。彼がこの音楽から受け取るビジョンやフィーリングについて語ってくれた時、改めてはっきりと実感したことがあります。それは私たちが感じるプログラムのテーマや感情はゆずの中にある特別な場所から出てくるものだということです。彼がその特別な場所から演技するとき、それは純粋で人々の感情にまっすぐに訴えかけるものになります。彼が10月のあの時点でこのプログラムに加えたいと感じていたのはまさにその部分でした。ですから彼の考えを聞くところから作業を始めました。実際の作業は1週間と中休みも入れてもう少しかかりました。ゆずはこのプログラムに込めた自分の思いをより観客が理解できるものに仕上げたいと願っていたんです。っていうかなり踏み込んだシェイリーン・ボーンさんのこのインタビューで最初にフィギエモンが感じたこと。それは2021年10月初旬にシェイリーン・ボーンに振り付けを依頼していたという事実です。10月初旬といえばジャパンオープンの時期でしたよね。ジャパンオープンは10月2日3日でしたね。この時期に羽生選手の極上の作品であるロンカプはまだ制作過程であった。これがちょっと意外でしたね。なるほど。あの時はもうショートの演技はできていると思っていましたから。それだけずっと 4A の練習に集中していたのか、それともロンカプを極上のプログラムに極めたいと思っていたからなのか、両方の理由なのか。理由は何にしろこのロンカプを羽生選手の中で史上最高のプログラムにしたいという強い意志を羽生選手から感じました。ジェフリー・バトルとシェイリーン・ボーンのコラボ、こんなこと誰が考えるでしょうか。基本的にはこれほどまでにネームバリューと実績がある振付師は一人で作り上げます。振付はそうフィギュアスケーターと同じようにプログラムの創造者でありアーティストです。だから作品を仕上げるまで一人で想像するのがほとんどですよね。でも2人以上の優れたアーティストの手が加えられた作品は一人で作り上げるよりも素晴らしいものになる可能性がある。もちろんダ作になる可能性も秘めてはいますが、それは羽生選手が調整すればいいことでしょう。このコラボという形にすると羽生選手が気づいたことに脱帽でしたね。ただ元々の表現の源は羽生選手自身が持っている、それをうまく形として引き出してくれたのがジェフリー・バトルとシェイリーン・ボーンだったんだなとフィギエモンは思いましたよ。 OK。 ここで気になるのがでれん。ロンカプの本当のストーリーです。正直なところこのストーリーを言葉にするのはとても難しいようです。でも今回シェイリーン・ボーンのインタビューによりかなり明確になったストーリーをなるべく分かりやすくお話ししていこうと思います。それではご覧ください。シェイリーン・ボーンより語られたロンカプのストーリーはこんな感じ。冒頭の部分、ゆずは静かでどんよりとした暗くて冷たいこの世で最も寒い場所、視界もはっきりしない広大な大地にいて、そこからたった一人で踏み出します。スタートではジャッジに背を向けています。振り返って両手を下ろす瞬間、とても重たいもの、重力を感じさせます。そこからすっと
ステップを踏み出す。暗く重苦しい。それを腕を思いっきり広げたワイドなポーズで表現しています。最初のジャンプの後、思い出をたどり、彼は光を見ていくのです。光は彼のこれまでのスケート人生を象徴しています。そのスケート人生は、彼が手にしたサポート、観客の応援、素晴らしい演技、成功の数々などです。しかし、それらは美しいけど永遠に続くものではありません。彼は光を見るたび、それに触れようと手を伸ばすのですが、そうするとスッと消えてしまいます。まるで蛍の光のように、これが少し続いていくことになります。最後のハイライトの部分では、彼は力強い音楽に合わせて最後まで戦います。そして、この世のすべては移り変わっていくのだということを受け入れるのです。ラストの場面、ゆずは完全に一人っきりの状態で、人生のハイアンドロー、嬉しかったこと、辛かったこと、それらすべてを自分から出し切るために戦っています。ステップの場面はとても色鮮やかな音楽でカオスを表現しています。そして同時に美しくもあります。すべてのディテールにはパワーと戦いが込められているんです。でもその戦いは気品が備わっています。ゆずはすべての体験を通り抜けてきたので、それら光の存在があるということを知っているのです。この女装とロンド・カプリチョーソは、これからの長い人生、自分自身を型にはめることなく前進し続けていく不屈の精神を発揮していく彼の生き方、そんな彼の心にあるより深くて意味のある場所から来ているのです。というシェイリン・ボーンさんの解説でした。これは本当に言葉で理解するのがとても難しいストーリーですね。ストーリーとはいえ明確なストーリーではなく、ニュアンス性のあるストーリー、そんな感じがしました。私がこのストーリーを理解したとき、時代はここまで来たのか、そんなことも同時に感じましたね。というのも、フィギエモンがフィギュアスケートを見始めた1989年頃は、フィギュアスケートは芸術性がとても大切にされていた時代でした。採点方法も技術点と芸術点の割合が半々になっていましたね。羽生選手もニースのロミオの振り付けに加わってもらった1988年カルガリーオリンピックアイスダンスの金メダリストナタリア・ベステミアノワさんが演じる伝説の演技、感動の渦に酔いしれるフィギュアスケートというのがこの頃のスタンダードでした。ただフィギュアスケートで表現される題材はどの種目においても愛がとても多くて、その愛は男女の愛を表現するものがほとんどでした。そんな中、このロンカップは2022年新時代のプログラムというべき表現の題材ではないでしょうか。何が2022年で新しいのかって？それは音楽と羽生選手の生き様を美しくミックスさせたスタイルの表現ストーリーだっていうことなんですよね。題材が羽生選手の人生というだけでなく、もっと大きい視点で捉えた感性を取り入れていること、そんなところが新しいなって思いました。王者羽生結弦のこれまでのストーリー、それだけなら何も目新しいものはなかったでしょう。でもこのストーリーの中には羽生選手の未来へ続く信念、過去、現在、未来、すべてが織り込まれており、こんな深いストーリーなんて今まで表現したスケーターいないよなーなんて感動したフィギュアモンです。ぜひこのストーリーを聞いた後、羽生選手のロンカップの演技をもう一度じっくりしっかり見てみてほしいですね。はい。その時にもう一度見てほしい羽生選手が語るロンカップ推しポイントはこの2つ。1、ジャンプ前にほとんどクロスオーバーを入れていないこと。2、具体的な物語や曲に乗せる気持ちがあるプログラムということなんですが、
クロスオーバーっていうのは通称クロスと呼ばれているスピードスケートの選手がコーナーを曲がるときに足を交差させながら滑っているあれのことです。前に進むのはフォアクロス、後ろに進むのはバッククロスというふうに呼びますね。このクロスオーバーはスピードを出すことができます。なのでこのクロスが少ない中で演技をするとスピードが出にくいということになり、スピードを出しながらもクロスを最大限に少なくして美しい演技に仕上げているというのが羽生選手のロンカプ推しポイントって意味だと思います。 OK。 そしてプログラムに載せた羽生選手の気持ち、このことについて羽生選手はこう語っています。正直最初はなかったです。清塚信也さんにピアノアレンジをしてもらうとき、電話で打ち合わせをしてたんですけど、その時には具体的な物語はなく、すごくパッションにあふれてるけど切なさや繊細さがあふれているものにしていただきたいですということをお伝えして作っていただきました。最終的にシェイなどにも加わっていただいて、その中で思い描けたのが自分自身4回転アクセルが全然進捗がなくて辛かった時期でもあったので、最初は暗闇の中に思い出がいろいろちらついてきて、皆さんの記憶だったり自分が歩んできた道のりみたいなものが思い出すのではなくて、なんか蛍の光みたいにパッと広がってきて、最初のスピンが終わった後からはそういうものを全部エネルギーにして何かに向かってがむしゃらに突き進んで、最後は自分でもよくわからない意識が飛んでるような感覚の中で何かをつかみ取るみたいな物語があって、自分自身もエキシビジョンのように感情を込めて滑ることができていると思います。ということなので、もう一回演技を見るときにはシェイリン・ボンさんの語ってくれたストーリーと一緒に羽生選手のロンカプ推しポイントを考えながら楽しんでみましょう。はい。羽生選手のロンカップ振り返り演技ですが、フィギエモンは2021年全日本選手権がいいと思います。この全日本選手権の演技はフィギエモンは生でかなり近い席で見ることができましたが、本当に神がかった演技でした。全日本選手権で神がかったロンカップの演技ができたわけ、これを羽生選手はこう語っていました。シミュレーションといって試合と同様にやってる練習があって、ショートに関しては1回もノーミスできていなかったのですごく緊張していました。でも本番にノーミスは取ってあるのかなみたいな。それにミスしたからこそミスの原因が分かったり練習の仕方が分かったりしました。初戦とはいえいつも試合同様の練習をしているので、まあできるかなと思ってやっていました。羽生選手の練習方法はシミュレーションなんですね。このシミュレーションは羽生選手にとってすごく効果がある練習方法なんだなと改めて思いました。やはり緊張感や試合ならではのものが練習では出せないにしろ、自分が試合でどのように演技をしていくのか、それを練習することはとっても大事なんですね。はい。ここで豆知識。シェイリン・ボーンが考えるクラシック曲を使用する特徴、これ何だと思いますか？はい、より自身の夢の世界へ誘うことができるということなんですね。なぜなら例えば映画の主題歌のような特定のストーリーが伴っているわけではないからです。自分だけの独自の解釈で表現することができますし、見る人たちも先入観を持っていません。それがクラシック曲で演じることの醍醐味だと言えるでしょうね。自分が思い描く通り、望んだ通りに感じたいままに使いこなすことができるのです。なるほど、すごい納得しちゃいましたね。クラシックを使う理由を考えたことはなかったんですが、私自身フィギュアスケートの曲は断然クラシックが好きなんですよね。その理由を自分の中でも明確にできていませんでした。シェイリン・ボーさんが言う、より自身の夢の世界へ誘うことができるというクラシック音楽を使用した時の効果は、羽生選手が存分に発揮できてるなって思いました。
確かに音楽自体に明確なストーリーがないのがクラシック音楽です。曲を明確に自分色に染めていく、それが羽生色になるんだったら私たちは大歓迎ですよね。 OK。 ここで女装とロンド・カプリチョーソに込めた本当の意味、これね、皆さん知りたいですよね。ここまでロンカプができるまでロンカプのストーリー、ロンカプの推しポイントについて見てきたわけですが、このロンカプというプログラムが示す意味とは何なのでしょうか。ここからは今までの情報を総合して本当の意味を推察することにしてみましょう。羽生選手はこれまで2014年、2018年のオリンピック2連覇を成し遂げた日本では神のように崇められている大スターです。それを羽生選手も自覚しているでしょう。そしてそれを小さい時から今の姿になりたいと希望していたようにも感じます。その中で自身の夢、2連覇の次の夢として掲げた 4A。自分にはできると信じてトライしていましたが、思ったより苦戦を強いられます。4A に挑み続けて4年。苦しいことが本当に多かったと羽生選手は語っていましたね。もっと早く 4A が完成すると練習する前は思っていたからです。やっと 4A を試合で入れる覚悟をしたシーズンが2021年、2022年シーズンでした。その 4A を披露するフリーの前に持ってくるショートプログラムのロンカプ。このプログラムを考えたとき、4A に挑む苦しさ、今までのスケート人生、いろんなものを織り込んだものにしたいと考えたのではないでしょうか。だって羽生選手にとってフィギュアスケートが全てだから。このフィギュアスケートで得たたくさんの喜びの瞬間、悔しい瞬間、絶望した瞬間、いろんな経験を積んできた今だからこそ表現できる、過去と未来を納得し今を生きるということ。羽生選手にとって今とは夢なのかもしれないですね。夢を生きる。羽生選手の著書と同じ言葉です。ロンカプは今の羽生選手そのものを表現している。そんな結論に至りました。どうかな？これはあくまでフィギュアモンの考察です。皆さんはどんなことを考えましたか？ぜひコメントしてみてくださいね。OK。ということで、ここからはフィギュアモン今週のファンニューライフってことで、4月14日から始まった羽生選手が広告をしているファイテンのネックレスを購入したので、これからお見せしちゃいます。はーい。じゃん。はい、ここにハッピーマザーズデイって書いてありますね。母の日のプレゼント用の企画だったのでこんな感じです。はい、バッグに入って届きましたね。開けていきましょう。じゃん。これですね。みんなが欲しかったカード。意外とちっちゃいです。本当にカードです。カードよりちょびっとでかいかなっていう感じです。目つむって恍惚とした表情の羽生選手ですね。あとこのパワーテープ、はい、パワーテープとボディケアローションですね。これのサンプルがついてました。じゃん。フィギュアモンが買ったのはこのアースカラーの45センチです。開けていきましょう。みんなこの箱ケースに入ってるんですね。
お、羽ネックレスとほぼ同じ作りですかね。はい、こんな感じでビニールがついてますね、最初は。外しました。おー、綺麗。これね、ちゃんと洗うこと大事ですね。洗うことっていうか、フィギュアも実はこれ持ってたんですよ。でもなくしちゃったからもう一回購入したっていう感じなんですけど、はい。この片方だけですね。ここで取ったりつけたりします。こんな感じ。ドアップ。かわいいね。そうそう、実はね、これ、視聴者のメモリーズさんにいただきました。めっちゃ綺麗じゃないですか。これ2つ並べるとすごい綺麗ね。はい。5月8日までこのキャンペーンやってて、今このミラーボールは売り切れなんですが、この青いやつね。黒いチョッパータイプとかはまだあったので、ぜひご検討していただくといいかなと思います。そして次に、もう一つ今週のファンニューライフ。じゃん。なんだと思いますこれ。お菓子。羽のお菓子です。はい。プティボヌールって書いてありますね。これね、たまたま三越に行った時に売ってて、やばいと思って買ってきました。開けていきますね。綺麗。わあ、すごい。羽のこれ切り取ってありますね。すごい。このカードも入ってます。幸せを運ぶ天使の羽パイ。プティボヌール。やばい。で、羽を開けるとどんな感じだろう。おお。わあ、めっちゃ羽だ。はい。これ食べていきます。これちょっと薄くなっててグラデーションになっててめっちゃ羽生選手っぽい。こんな感じです。うわあ、羽だ。すごい。おもったいないけど食べてみます。サクサク。すごい。美味しい。はい。こんな感じです。これ美味しい。これでハニハニタイムをするといいですね。終わったら羽を閉じておきましょう。この羽パイプティボヌールの商品リンクは概要欄に貼っておきますので、ぜひ欲しいなっていう方は
見てみてくださいね。 OK。いかがでしたでしょうか。楽しかったですか。ぜひ次回もお楽しみにしていてくださいね。そして最後にお知らせです。来週の4月23日土曜日21時からライブ配信をします。4月20日から始まる羽生結弦展。フィギエモンは20日に行く予定なんですが、そのことなんかを皆さんとお話できたらなと思います。4月は2回ライブ配信をすることにしましたよ。大好きなので。ぜひお楽しみにしていてくださいね。できたらなんですが、20日の夜メンバー限定でライブ配信しようかなと思ってます。こっちはできるかどうか分かりませんが、できる限りやろうかなって思ってます。フィギエモンでした。さようなら。バイバイ。いつも応援ありがとうございます。